皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、アラスカで開催された米ロ首脳会談、その後の動きについて取り上げていきます。結論から言えば、アラスカで開催された米ロ首脳会談では、プーチン大統領が時間稼ぎに成功し、トランプ大統領は首脳会談はうまくいったと自画自賛するものの、ほぼ誰も評価してくれない、かなり散々な内容でした。トランプ大統領にとっては非常に好意的な報道を続けてきてくれている。FOX ニュースでさえ10点満点中10点だといったトランプ大統領の発言をかなり冷ややかに紹介しているぐらいです。米ロ首脳会談では明確にこの内容について合意したよといったような内容は発表されませんでした。しかしその後のトランプ大統領の言動からは、プーチン大統領にかなり言いくるめられて、彼の傀儡となって活動することがわかる内容が出ています。その発言をめぐっては、アメリカとヨーロッパ各国の首脳らが一堂に会する会議へと発展しそうです。18日、ゼレンスキー大統領とヨーロッパ各国の首脳らはアメリカに行き、トランプ大統領と協議を行います。ウクライナ停戦協議をめぐっては、今激しい動きが起こっていると言えるでしょう。では、トランプ大統領がゼレンスキー大統領に話した内容というのがどのようなものであるか。これは非常にプーチン大統領の主張そのものをかなり受け入れた内容となっています。以前ロシア側から提案されたクリミア半島プラス東部2州のロシア領併合をウクライナが正式に認めようという内容について、トランプ大統領自身がそれは良い案だとしてこれをゼレンスキー大統領に認めるよう求める、そのような内容が伝えられています。アラスカではこの合意内容について発表しなかったものの、結局トランプ大統領がプーチン大統領に代わってウクライナに対して圧力をかける内容となっています。ただしトランプ大統領にも言い分があります。プーチン大統領の要望 100% 受け入れたわけではないと一部反論を行っています。それが NATO に加盟することは許さないが、 NATO の共同防衛に似たような内容についてはウクライナにも認めるとしています。これは2国間の防衛協定のようなもので、協定を結んだ国の軍隊がウクライナに入って、ウクライナと共に停戦期間中におけるロシアに対する抑止力を持つことを許すというような内容です。それをプーチン大統領と話し合ってある程度認めさせたとトランプ大統領は話しています。ただし、この件についてはかなり怪しい内容です。そもそもプーチン大統領がそのような相互防衛協定をウクライナに認めさせるというのは、プーチン大統領のこれまでの主張とはかなり異なっています。プーチン大統領はウクライナに対して中立化を求めていました。つまり、どこの国とも同盟関係を持つなという話です。NATO に加盟は許さないだけではなく、どこの国とも同盟を組むなと言っていたのです。それがウクライナに対してどこかの国と防衛協定を結ぶことを許すというような話をしているというのは、にわかには信じられない話です。また、ロシア側の要望としては、変わらず東部2州については、ウクライナが無条件でこれをロシア領として引き渡せと要望を出しています。その代わりロシアは、北部戦線における占領地域をウクライナに返還しても良いとしています。これも以前から言っていることですが、相変わらずのようにかなり不均衡な交換内容となっています。北部地域におけるロシア軍の占領している地域は国境伝いの戦略的価値の低い場所です。大きな都市もなければ何か貴重な収入源となるような地下資源もありません。北部戦線におけるロシア軍の占領している広さは、戦争研究所の発表しているところによれば440平方キロメートルです。一方でロシアが無条件で引き渡せと言っている東部2州の状況はといえば、大都市圏があります。地下資源もあります。そして要塞化されたウクライナ軍の陣地などもあります。そして戦争研究所の計算によれば、ロシア軍に占領されていない東部2州は広さが6500平方キロメートルです。一桁少ない北部戦線の占領地帯を返すから、その10倍以上の広さを無条件でよこせと言っているわけです。最終的にウクライナが受け入れるかどうかは他の国からの意見ではなく、ウクライナの国民やゼレンスキー大統領の決断にかかっているわけですが、少なくとも現在提示されている内容だけで言えば、とてもではありませんが、受け入れられるような内容ではないでしょう。しかしトランプ大統領は戦争を止めることができる上に、さらにどこかの国と2国間防衛協定を結ぶこともプーチン大統領が認めているんだから、ゼレンスキー大統領はこれを受け入れるべきだとしています。これに対してヨーロッパ各国が、最終決定者は確かにウクライナではあるものの、しかしロシアの要求は非常に過大なものであり、
ましてやアメリカがそれをウクライナに強制するようなことはやってはならないことだと批判しています。そのためトランプ大統領とゼレンスキー大統領、この2人の首脳会談にはヨーロッパの首脳らも加わるとしています。その出席者については現在のところ報道されている限り EU のフォンデアライエン委員長、 NATO のルッテ事務総長、イギリスのスターマー首相、フランスのマクロン大統領、ドイツのメルツ首相、イタリアのメローニ首相、フィンランドのストゥブ大統領がアメリカへと行き、これらの集合会議を行うとしています。トランプ大統領にしてみれば、ゼレンスキー大統領と1対1の首脳会談を行えば、プーチン大統領からの要望をゼレンスキー大統領に飲ませようとすることもある程度は可能でしょう。原理原則としてゼレンスキー大統領が領土は決してロシアには渡さないとしていても、アメリカがもしもロシア側に明確に手助けするようなことへと事態が悪化すれば、これを防ぐためにゼレンスキー大統領が屈する可能性といったものも十分あるわけです。そのような事態に陥らないようにするためにも、ヨーロッパ各国の首脳が一人だけではなく複数人アメリカと行き、1対1にさせない構図を作り出そうとしているわけです。アメリカは超大国であり、経済力、軍事力において非常に抜きん出た存在です。しかしトランプ大統領の一存によってロシア側に組みするようなことだけは何としてでも防がなければならないというのがヨーロッパ各国首脳の総意でしょう。ウクライナ情勢をめぐってはまだまだ激しい外交戦が続きそうです。ちなみにアラスカで行われた米ロ首脳会談で評価が高まった人物がいます。それはトランプ大統領の夫人、メラニア夫人です。メラニア夫人、プーチン大統領に子供たちの笑いを取り戻し、未来を守ろう。アメリカのファーストレディはプーチン大統領に平和の書簡を送り、今こそ子供たちと未来の世代を守る時だと訴えた。トランプ大統領はアラスカで行われた米ロ首脳会談の際に、このメラニア夫人の書簡を自ら手渡した。書簡の本文を入手した FOX ニュースによると、ロシアの指導者に対し、自国だけでなく人類全体に対して責任を取るようプーチン大統領に求めていた。田舎に生まれても壮大な都会に生まれても全ての子供は心の中で同じ静かな夢を共有していますと手紙は始まりました。彼らは愛、可能性、そして危険からの安全を夢見ています。メッセージの中でメラニア夫人は、親には子供の希望を育む義務があり、世界の指導者には少数の人々の安楽を超えた責任があると書いた。彼女は、それぞれの世代が地理、政府、イデオロギーを超えた無草を持って人生を始めることを強調した。ファーストレディはまた、困難にもかかわらず、暗闇に対する反抗行為として静かな笑いにしがみつく子供たちもいると示唆した。プーチンさん、あなた一人で子供たちの美しい笑い声を取り戻すことができます。子供たちの純真さを守ることは人類そのものに奉仕することを意味すると付け加えた。彼女は最後にこう訴えかけた。このような大胆な構想は人間のあらゆる分断を超越するものです。プーチン大統領、あなたこそ今日ペンを一振りするだけでこのビジョンを実現できる方です。今こそその時です。米ロ首脳会談に先立ち、アメリカの超党派の議員グループは、拉致されたウクライナの子供たち全員の返還を要求する決議案を提出した。2025年8月現在、160万人以上のウクライナの子供たちが占領地でロシアの支配下に置かれている。あるいは、ロシアに強制送還されている。多くの子供たちが強制的なロシア化、軍事化、そして強化に直面しており、国際刑事裁判所はプーチン大統領の逮捕状の中でこれらの行為を挙げている。ロシアは弱い立場の子供たちを保護していると主張しているが、未成年者は軍隊式のキャンプに収容され、戦争ゲームに参加させられ、モスクワへの忠誠を誓わされているという報告もある。国連は2022年の全面侵攻以来、ロシアが何百万人ものウクライナの子供たちに計り知れない苦しみを与えていると非難している。ロシア軍に占領されたウクライナの地では、教育としてはロシア語を公用語とし、ウクライナの歴史や文化、言語などは教えません。そのようにすることによってロシア化といったものを進めていきます。また、占領地においては積極的にこれらの住民たちを軍隊へと送り込むことによって、いわばウクライナ人同士で戦わせるといったことも行わせています。これら現地で集められた兵士たちは積極的に従来の突撃戦法の中に投入されることによって多くの人たちが死傷しています。そうすることによって親が亡くなった場合においては、子供たちはロシア本国へと養子縁組として送られていき、ウクライナ人としてのアイデンティティを奪われていくこととなるわけです。
続いては戦況解説。戦争研究所の発表している地図を元にして解説を行っていきます。赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域。ロシアが東部戦線6500平方キロメートルをよこせという代わりに返してもいいとしているのが北部戦線の占領地です。しかしどちらも国境地帯の非常に限られた場所であり、特にこれといって戦略上重要な場所というわけでもありません。それだけに占領地を返すという妥協しているかのように見せているわけです。現在北部戦線におけるロシア軍の動きはかなりコントロールされており、戦線が大きく動くようなことは起こっていません。一方で東部戦線においては激戦地ポクロウシクの近況について前回の動画でも解説しましたが、ポクロウシク北におけるロシア軍の突破についてはこれに反撃を行い、ロシア軍に大きな打撃を与えることに成功しました。戦争研究所はそうやって取り戻した地域について濃い青色で塗りつぶしています。ただしこの局地戦においては反撃はかなりうまくいっているのですが、全体の状況としてポクロウシクの周辺におけるロシア軍の侵食は完全に食い止められたわけではありません。町は三方から包囲された状態に陥っており、危機的な状況はまだまだ続いています。最後に日本の安全保障関連のニュースより、台湾有事に備え避難シェルター整備へ。沖縄、先島諸島5市町村、今年冬から順次工事開始。政府は沖縄県先島諸島の5市町村で住民らが有事の際に避難できるシェルターの整備計画をまとめた。台湾有事への危機感が高まる中、当該避難の余裕がない場合に地下などに安全な避難場所を確保する必要があるためで、2025年冬以降、順次工事を開始する。政府が財政支援して建設を進める。日本最西端で台湾から約 110km の与那国町では2028年春頃の完了を予定している。同町のシェルターは町役場などの複合施設地下に整備する。約2200平方メートルの広さに200人程度が約2週間滞在できるようにする。キッチンやトイレ、シャワー室、非常用電源、貯水槽などを備え、平時は駐車場や会議室として活用する計画だ。このほか宮古島市では25年冬頃、竹富町と石垣市、多良間村では26年度以降に工事を始める予定だ。2022年段階におけるロシア軍による本格的な侵攻では、ウクライナ軍は事前の予想としては、東部大攻勢によってきっと始まるだろうと考えていたとされています。そのため東部戦線においてはある程度持ちこたえつつも、南部戦線やもしくは首都近郊に向かうロシア軍に対しては非常に脆弱な姿を見せました。首都を守る戦いには最終的には成功するものの、南部戦線においてはザポリージャ州とヘルソン州において大きく領土の占領を許し、しかもそれが非常に短期間に行われたために、かなりの人々がロシア軍の占領下で暮らすこととなってしまいました。2022年、ロシア軍がウクライナに対して本格的な侵攻を開始した、その決断した理由の一つが、私たちにも一つ教訓となります。国際情勢全体の話として、ロシア軍がたとえウクライナに侵攻したとしても、どこかの国が援軍として入ってくることはないだろうとロシア側は見ていました。実際それは正しく、現在でもウクライナに支援する国はあっても援軍として入る国はありません。そしてもう一つ、プーチン大統領が決断したと考えられているのがゼレンスキー大統領です。ゼレンスキー大統領はロシアで成功した芸能人でした。裸芸もしていましたし、プーチン大統領の見守っている前で芸能タレントとして笑いを取ろうとしていた姿も見ていたことでしょう。そんな彼が大統領選挙に勝利し、彼の前に現れました。ウクライナの東部においてはすでにその当時、ロシア軍の兵器や弾薬類などが現地へとどんどんと流れ込み、ロシア兵が私はウクライナ人ですよという偽装活動を行ってウクライナ軍との軍事衝突を繰り返す事態へと発展していました。そのためゼレンスキー大統領はこの東部の騒乱といったものを何としてでも抑えなければならないとして、プーチン大統領との間での和平交渉に臨みました。しかしそれがまたプーチン大統領にとっては、こいつは叩けばすぐにでも折れる、そうしたことを思わせたと考えられています。当時ロシア軍の兵士たちはウクライナはあっという間に降参するだろうと考えていたことから、ウクライナの首都近郊のレストランに対して食事の予約をしていた人たちもいたと言われています。ウクライナとしてはゼレンスキー大統領がプーチン大統領と話し合ってなんとか和平の道を探ったのですが、結局プーチン大統領にしてみればその姿そのものが
非常に弱腰で軟弱で、こいつは叩けばすぐにでも降伏するに違いないと思わせることとなってしまいました。しかし、話し合いを求めたこと、それ自体は別におかしな話ではありません。問題などは、話し合う気のある相手としか話し合いは成立しないということです。片方しか平和を求めていない状態というのはどうしても話し合いは無力になってしまうものです。そうした意味では話し合いが通用しない相手に対しては攻撃されることをある程度想定して準備しておくことが重要です。現在の日本は南方戦線における危険性といったものが高まっていることからこれに対する防備を固めようと自衛隊の戦力配置を南方へとシフトしていたり、今回取り上げたように住民の被害も考えて避難計画の策定であったり、シェルターの建設といったものも少しずつ始めています。ただしそれが間に合うスピードなのかどうかという意味においては、私は結構不安に思っています。そして動画冒頭でも述べたようなウクライナ情勢に関連しての話し合いにおいて日本の影は全く見えません。ヨーロッパのことはヨーロッパのことなんだから放っておけばいいという考え方をもしも日本がしているとすれば、逆に日本周辺における戦争の勃発においてはヨーロッパ各国はアジアのことなんだから私たちには全く関係ないように勝手にやってればいいじゃないかというような態度を取ったとしても、それは彼らなりの国益を追求した形であり、日本にとっては決して好ましい状況が生まれるわけではありません。国際協調というのは結局のところどんな時にでもある程度顔を出しておく必要があります。常日頃どのような行動をしていたか、その結果というものが本当に困った時に私は跳ね返ってくると思っています。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして情報の整理整頓更新に役立ったなと思われる方は他の方にこのチャンネルをお勧めしたり、スーパーチャットのご利用もぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。